本動画の結論。PPSCF は最上級の耐熱性を持った最強フィラメント、メリットデメリットを知って知識の幅を広げておこう。このチャンネルでは 3D プリンター関連の情報を配信していきます。本動画で一つだけでも新しい学びがあれば幸いです。皆さんはスーパーエンジニアプラスチックはご存知でしょうか？樹脂は汎用プラスチック、エンジニアプラスチックといった具合に耐熱性や強度などの特性の高さによってランク分けされています。その中でもスーパーエンジニアプラスチックは最も優れた特性を持つプラスチックになります。そこで今回は PPSCF というスーパーエンジニアプラスチックとカーボン、炭素繊維が組み合わさったフィラメントを使ってみましたので、実際のところをご紹介したいと思います。また今回は CD+4 という 3D プリンターを使いましたが、トラブルで苦戦した点なんかもご紹介できればと思います。強度、耐熱のあるフィラメントを知りたい、スーパーエンプラが気になるという方はぜひ最後までご覧ください。それでは本動画のメニューは以下の通りです。1、PPSCF ってどんなフィラメント？ 2、使用した 3D プリンター、フィラメントについて。3、いろいろプリントしてみた結果。4、CD+4、実はトラブルに苦戦していた話。以上4つを詳しく解説していきます。それでは1つ目の PPSCF ってどんなフィラメントを解説していきます。PPSCF とはポリフェニレンサルファイドという樹脂とカーボンファイバーが組み合わさったフィラメントです。冒頭でも少しお話しした通り、ポリフェニレンサルファイドはスーパーエンジニアプラスチックに分類される樹脂です。そもそもプラスチックは ABS や PP などが分類される汎用プラスチック、ナイロンやポリカが分類されるエンジニアプラスチック、そしてそれよりも耐熱性、強度が高いプラスチックをスーパーエンジニアプラスチックに区分けされています。PPS はスーパーエンプラに分類されます。ちなみにスーパーエンプラは他にも PEEK や PEI があります。これらを出力できる商用向け 3D プリンターも販売されています。そして今回使う PPS にはとても多くの特徴とメリットがあります。まず一つ目は何といっても耐熱性が高いという点です。バンブーラボさんが販売しているフィラメント情報では、熱変形温度が PLA で57度、ABS が87度、PA6CF が186度、PPACF が227度に対し、今回使う PPSCF は264度となっています。熱変形温度とは一定の力を加え続け、どれくらいの温度で変形するかという目安です。最も多く使われている PLA フィラメントとの差は207度もありますので、圧倒的な熱性能の差がありますね。2つ目の特徴は剛性が高いという点です。剛性とは曲げたりねじったり衝撃を受けたりした時に寸法変化が起きやすいかどうかを見る目安です。剛性が高いとぶつかった時の衝撃による変形が少なかったり、加工時の寸法への影響が少ないといった特徴があります。これも PETCF や PA6CF よりもいい数値になっています。3つ目の特徴は対薬品性が高いという点です。対薬品性とは薬品に対する抵抗性のことを言い、数値が高いほど薬品の影響を受けにくいということになります。個人では薬品を使うことは少ないかと思いますが、製造・開発企業では容器の製品開発の検証などで使われることがあります。特徴の4つ目は吸湿しにくい点です。程度の違いはあるものの、どの樹脂でも基本的に吸水してしまう特性があります。ところが PPSCF は吸水率がとても低いです。例えば PA6CF の飽和吸水性は 2.35% に対してPPSCF は 0.05% とかなり低い数値となっています。吸水性が低いと大気中の湿気は吸収しにくくなるので劣化を遅らせることができます。とはいえフィラメントは乾燥している状態がいいのでしっかりと保管する必要があります。また PPSCF でプリントする前には100度から140度の送風乾燥機を使って8時間から12時間乾燥させることが推奨されています。これに関してはコンベクションオーブンなどを使うといいです。それでは2つ目の使用した 3D プリンターフィラメントについて解説していきます。今回は CD+4 というチャンバー機能付きの 3D プリンターを使います。この機種はノズルが最大370度、ベッド温度が最大120度、チャンバー温度が最大65度まで消温できるので PPSCF をプリントすることができます。また ABS や ASN などのプリントにも向いているので多くの種類のフィラメントを使いたい方にもおすすめです。それでいて価格が15万弱で購入できるのでとてもお買い得な 3D プリンターだと思います。製品の詳細はこちらの動画でもご紹介していますので参考にしてください。そして使うフィラメントはバンブーラボの PPSCF を使います。このフィラメントは 750g 入っていて 21,999 円します。とんでもなく高いですね。
個人使用ではなかなか手が出しにくい金額です。750g しか入っていないので、ちょっと大きいものを作るとすぐなくなってしまいますし、造形に失敗することもあるので結構難易度高めです。ちなみに GT-TECH の PPSCF は 750g の容量で 18,990 円で購入することができます。ちょっと安いですね。パッケージに記載されている推奨温度はノズル温度310度から340度となっています。かなり高いです。もちろんこの温度まで消温できない 3D プリンターでは取り扱うことは推奨されていませんので、機種は限られます。バンブーラボ製では法人向け 3D プリンターの X1E で扱うことができます。X1E はノズルを最大320度まで消温することができ、庫内の温度制御もすることができます。CD プラス4よりは値段は高めですが、スーパーエンプラを取り扱える機種としてはかなり安いです。それでは3つ目のいろいろプリントしてみた結果を解説していきます。GD プラス4でプリントした結果を見ていきます。今回プリントした際の条件はノズル320度、ビルドプレートの温度は110度、チャンバー温度は60度で設定しています。スライサーソフトは GD スタジオを使いました。GD スタジオには PPSCF のテンプレートが用意されているので、あまり迷うことはありません。まず最初は 3D ベンチをプリントした結果を見ていきます。こんな感じで綺麗に仕上がりました。カーボンが入っているので黒色の独特な積層になっています。積層痕はほとんど見えないくらいに仕上がっています。光沢感が強めなのでちょっとメタリックな感じもしました。ちなみに参考程度にバンブー PLACF でプリントしたものがこちらです。光沢感が少なくマットな感じがします。比較するとこんな感じです。同じカーボンでもかなり違いがありますね。続いてはオールインワンベンチマークのモデルです。ブリッジ部の垂れは少ないです。糸引きもあまりありませんね。オーバーハング部分も綺麗に積み上げられていて、垂れはあまりありません。これもかなりいい感じに仕上がっています。続いては試験編です。PPSCF は合成強度が高いので、どんな感触なのか気になります。曲げてみるとコシが強い感じがします。では試験編を折ってみます。割と早い段階で折れました。感触は PLA に近く、さらに硬い感じがしました。PETG や ABS のような粘りはあまりありませんね。ちなみに参考までに PETG フィラメントで試すともっと曲げることができます。PETG は迅性が高いのでこのようになります。PPSCF は合成強度は高いのですが、迅性は低めなので、そのあたりは注意が必要そうですね。実はさっきのベンチマークモデルを不意に落としてしまったんですが、そしたらこんな感じで折れてしまいました。ニクース形状だと折れやすいみたいです。この辺は PLA にちょっと似ています。続いてはこのような面積のある造形物をプリントしてみました。高温度帯のフィラメントはテーブルから浮いてしまうことが多いのですが、がっちりくっついてくれました。ただ積層にひびが入っているところがあります。もしかするとプリント前の乾燥が不十分だったのかもしれません。今回は70度くらいで乾燥しただけですが、理想は140度ぐらいの送風乾燥をかけてからプリントした方が良さそうです。かなりテーブルに密着していたので PEI プレートから剥がすのが大変でした。ただくっついてくれる分には問題ないです。しっかり定着してくれると仕上がりに関するトラブルは減りますので、その点はとてもいい点だと思いました。それでは4つ目の GD プラス4、実はトラブルで苦戦していた話を解説していきます。今回 GD プラス4を使いましたが、実は結構苦戦しましたので、その辺を少しだけ共有できればと思います。まず1つ目ですが、途中でプリントが止まってしまうということが起きました。こんな感じで何も動かない状態になります。最初はチャンバーやプレート、ノズルが超高温になるため熱による影響かなと思っていましたが、最終的にはファームウェアのバージョンアップで治りました。もし似た症状が起きた場合は対処してみてください。2つ目はノズルとビルドプレートが接触してしまうという症状です。具体的に言うと、ノズルとプレートが近すぎることで接触してしまい、跡が残るくらい擦れてしまいました。初期化、プラットフォームのキャリブレーションやレベリング調整、ファームウェアバージョンアップなどの調整を実施しましたが、結果的に改善しませんでした。次に GD スライサーを最新バージョンにして試しましたが、特に変化はありませんでした。続いて GD スライサーには Z オフセットという調整項目があるので、これを 0.3mm ほどに調整しましたが、これもまた変化はありませんでした。次に GD スタジオという別のスライサーソフトに変えて試します。ちなみに GD スタジオはバンブースタジオに基づいて開発されているので、似たインターフェースになっています。
私が見た限りでは Z オフセット項目が見当たらなかったのでソフト的な調整ができなさそうです。CD スタジオでプリントしてみましたが改善はしませんでした。最終的にはタッチパネルの Z オフセットで高さ調整しました。これでプリント自体に問題はありませんが、なぜ原点が狂っているのかが不明です。それでは本動画をまとめていきます。今回 PPSCF を使ってみた感想は以下の通りです。PPSCF には耐熱性、強度、耐吸水性、耐薬品性など一般的なプラスチックよりも優れた特性を持っているので、これらを求めている方にはとても大きなメリットがあります。一般的なフィラメントよりもコストが高いため、主に商用向けになりそうです。ただ今回のように低価格プリンターでも出力できるようになりつつあるので、少しずつ身近なフィラメントになるかもしれません。定着力がとても高く、面積の広いモデルでも浮いたり剥がれたりせず、意外と安定していました。ただ、もっと大きいモデルやインフィル値が高くなると、糊などの対応が必要になるかもしれません。人性はあまり高くないため、肉薄なモデル形状だと割れる可能性があります。肉厚な形状をプリントするといいでしょう。PLA や ABS ほど広く知られているフィラメントではないので、トラブル情報は多くありません。ただ CD 製のスライサーソフトにはテンプレートが用意されていたので、使う分には大きな問題はありませんでした。まとめは以上となります。なお、本動画でご紹介した機器、備品、関連動画は概要欄でご紹介していますので参考にしてみてください。本動画は以上となります。動画の内容が良かったと思ったら高評価をお願いします。これからも 3D プリンターに関する役立つ情報を配信していきますので、チャンネル登録をお願いします。ご清聴ありがとうございました。